プロフィール上はまさしく王道清楚系ヒロインなのですが、男性たちを思いのままに操ることに快感を覚えるちょっと腹黒い性格なんです。ダダーン、N子だよ。今週も始まりましたザ・N子ショー。今日は同性から見てかっこいい女性についてちょっと話してみようと思います。芯がしっかりしていて、何事に対しても一生懸命だったり、友達とか家族思いだったりして素直な女性がすごくかっこいいなって思います。それでは今週もザ・N子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら。もはや主役？魅力的なヒロインが登場するアニメ。物語って主人公とヒロインって関係が鉄板の組み合わせだと思うんですけど、ヒロインが魅力的な作品ってついつい引き込まれちゃいますよね。主人公のサポートをしたり、恋愛関係になったり、はたまた主人公を凌駕する強さを持ち合わせた勇敢なポジションだったりと、一口にヒロインと言ってもいろいろな種類がありますよね。今回はそんな魅力的なヒロインが登場するアニメを4つご紹介していきます。まずはこちらのヒロイン、7つの大罪のエリザベス・リオネス。7人の大罪人から組織された伝説の騎士団の戦いを描くファンタジー作品に登場するエリザベス。リオネス王国第3王女であり、抜群のプロポーションを持ち合わせる生粋のお嬢様。右目が前髪で隠れているのが印象的な可愛らしいヒロインですよね。このエリザベスは第3王女の名にふさわしい勇敢なキャラクターで、リオネス王国のクーデターから王都奪還をするため、一人で7つの大罪を呼び戻す旅に出る行動力があるんです。メリオダスと共に団員を探す旅の中で勇敢さが現れる場面がたびたびあり、ヒロインの持つべき要素が凝縮されたようなキャラクターです。私もこんな心優しく強い女性になってみたいです。あと、王女にも。続いてはこちらのヒロイン、サイキクソーの災難の照橋ここみ。超能力者高校生サイキクソーとその身の回りで引き起こる日常を描いたコメディ作品に登場する照橋ここみ。彼女の通う PK 学園ではもちろん、他校にも知れ渡るほどの端麗な容姿を持ち、行く先々のお店では VIP 待遇を受けるなど、プロフィール上はまさしく王道清楚系ヒロインなのですが、内心ではその美貌を自覚して男性たちを思いのままに操ることに快感を覚えるちょっと腹黒い性格なんです。異性からモテたい、好かれたいということには興味がなく、自分を全人類の夢と豪語するなど、これまでのヒロイン像を覆すような発言や行動が目立ちますが、忘れてはいけないのはこの作品がコメディであること。これまでの清楚系ヒロインの悪い成分を集約したような描かれ方は、作品の面白さをより引き立てているなと思います。作中では照橋さんの美貌を目にした男性、女性ともにオフという言葉を漏らしてしまいます。しかし彼女の本性を超能力で知っている主人公佐伯はオフりもせず、あえて距離を取るのですが、異性からこういう扱いを受けてこなかった彼女にとっては逆効果となって、自分の魅力になびかない佐伯が行為の対象となっています。佐伯をオフらせることに奔走する照橋さんはとても可愛らしいので、ぜひ注目してみてください。お次はこちら、呪術廻戦の釘崎野原。人間の負の感情から生まれる呪霊たちを
呪術を駆使して払う呪術師たちの戦いを描いたこちらの作品に登場する釘崎野原。クールビューティーな見た目通り、性格はかなりのサバサバ女子。自信家で口がとても悪く、男子にも臆することなくすぐに手が出るほど、主人公の虎杖よりもはるかに男勝りなキャラクターとなっています。これだけ聞くと全然ヒロインっぽくないじゃんと思う方もいらっしゃると思うんですが、ご安心ください。彼女もしっかりと可愛いところがあるんです。もともと田舎出身の彼女が都会の呪術高専に入学した理由は、ただ東京に出てきたかったからというほどの都会憧れがある。見た目にも自信があるのか、自分からスカウトに話しかけに行くほど行動力あふれた活発女子でもあり、彼女の都会への憧れの一面はなんだか愛らしいですよね。ヒロインながらもファンからはイケメン、兄貴などと呼ばれており、新たなヒロイン像を生み出したキャラクターなのではないでしょうか。最後はこちら。働く魔王様の勇者エミリア。人間界に追いやられてしまった魔王とその魔王を追う勇者たちがお互いに人間界に適応しながらひっそりと戦い合う本作に登場するエミリア。魔界というファンタジーの世界から私たちの暮らす現実世界に舞台が移り、人間界に適応する魔王たちのギャップが笑えるポイントの一つで、契約社員としてテレアポのお仕事に就いたり、可愛いぬいぐるみを集めていたり、時代劇が好きだったりと、エミリア自身もかなりの庶民的な生活を送っていくところがなんとも可愛らしいんですよね。一方で魔王を追ってきたというミッションに対しては真剣に向き合い、勇敢に挑んでいく姿はさすが勇者って感じがします。ただ一番顔芸が多いのも彼女な気がしますね。というわけで本日ご紹介した4人のヒロインはいかがでしたでしょうか。個性が強めなキャラクターたちなので、気になった方はぜひアニメをご覧になってくださいね。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。N子に教えて。今回も視聴者の皆さんに私がまだ見ていないアニメをおすすめしてもらおうと思います。皆さん、私におすすめしたいアニメをざっくりと紹介してください。今回おすすめしていただいたアニメはこちら。ユーザー名リンコンリマさん。Recommendo el meu preferido e Horado Rush eはい。物語シリーズはちょろっとかじってはいるんですけど、全話完走はまだしていなくて、もう本当にたくさんのアニメ好きの皆さんからよくおすすめされるシリーズです。物語シリーズは何シリーズあるんですかね。化け物語、傷物語、猫物語ありますよね。歌物語。化け物語は女性がいっぱい出てきて、で男性の主人公がいて、数々の有名なアニソンを生み出している物語シリーズっていうイメージが強いです。すごく綺麗な色合いとかキャラクターとかもすごい綺麗ですし、独特ですし、であとそのアニメーションな作画とかがすごく印象的な作品だなとは思ってます。なんで最後まで見れてないのかなと思ったのは、私が見始めた多分タイミング的にこの今のタイミングじゃ物語シリーズをちゃんと理解できないなって多分自分で思っちゃって、時間がたっぷりある時に見たいアニメだなっていう。なのでこの物語シリーズはすごく見れば見るほど魅力的であり、すべてのシリーズを見たがる作品ではあると思うので、本当にちゃんと時間を作ってあげないとなっていう作品の中の一つになっちゃってますね。なのでぜひ時間をちゃんと作りたいなって思います。おすすめしていただいて本当にありがとうございます。ぜひ見させていただきます。以上、N子に教えて
でした。N 子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。N 子 Do you work in person for Netflix or online? Also, is it fun to work there? そうですね。今ちょっとご時世的なこともありまして、ほぼ今お家から勤務しています。リモートでなんですけど、一応会社は空いていて、希望があれば、出社してネットフリックスで働くこともできます。例えば1対1のブレストとか企画会議とかは直接出社して安全な距離を保ちながら、仕事したりしているんですけど、今は基本的にリモートでお家で働いてます。もちろんそうですね、ネットフリックスで働くのはすごく楽しいです。こんなスピードでいろいろな企画を動かしたりとか、社員の皆さんがすごくいい方たちばかりなので、楽しんで仕事を毎日しています。じゃあ次の質問。¿Por qué eras tan linda, N 子? ¿Y cuántos años tienes? 可愛いのはママとパパのおかげで、こういう可愛い姿に産んでくれました。ありがとうございます。何歳ですかなんですけど、24歳です。はい。なので、成人もしてますし、OL 羊としてバリバリ仕事してますよ。じゃあ次の質問。N 子ホロライブコラボ when? この間宇佐田ペコラさんが週末のワルキューレウォッチパーティーを開催したりとか、他の週末のワルキューレで他のVTuber さんとの同時視聴企画とかあったりして、N 子直接ではないんですけど、ネットフリックスの作品と、ホロライブさんのコラボはもう実現しているので、ちょっと近い将来できるといいなとは思っています。なので楽しみにしてください。じゃあ次の質問。Question for N 子さん。What is your favorite anime? いやー、これはすごく難しい質問ですね。一つ決めるのがすごく難しいなと思っていて、今好きなもの、昔を含めた好きなもの、いろんな基準があるので、ちょっと答えるのが難しい質問だなと思うんですけど、お母さんに自分の子供がどの子供が一番好きですかって聞いているような気がしてちょっと選べませんっていう答えをちょっと出しちゃおうかなって思います。はい。じゃあ次の質問。Question related to my other comment. Are there any ideas for projects you'd like to work on for this channel? Potentially another series of sorts? そうですね。今のところ、ザ・N 子ショーと作品紹介動画、企画と、あとバラエティ企画みたいな3種類の企画を出していってるんですけど、このバラエティ企画の中でいろんな今までと違う企画にどんどん挑戦していきたいなと思ってます。皆さん提案ぜひどしどししてください。お待ちしています。ありがとうございます。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしています。以上、N 子に質問コーナーでした。ザ・N 子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。今日は魅力的なヒロインについて話した、ザ・N 子ショーだったんですけども、主人公あってのヒロインあっての主人公みたいな、あと様々なヒロイン像あるんだなって改めて実感した、N 子ショーでした。そして化け物語シリーズをレコメンしていただいたので、今度こそちゃんと物語シリーズを見たいなって思いました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。